1、はじめに、セガの名作アウトランは1986年にゲームセンターに登場した。時代的にスーパーカーブームは一世代上であったが、少年ジャンプでは前年までよろしくメカドックが少年ジャンプに掲載され、アニメ化もされた。テレビでは1985年からナイトライダーの放送が始まり、当時の少年たちは車に対する憧れは強かった。カーレースゲームはゲームセンターでも家庭用ゲームでもリリースされた。ただ、それはレース場を舞台としたカーレースゲームであり、単調な風景をラスタースクロールで表現したカーブを曲がるシンプルなものであり、接触すると爆発するものもあった。家庭用ではまだ疑似 3D のレースゲームも少なく、画面は真上から見下ろすタイプが主流だった。そんな時代にアウトランは登場した。サーキット場から飛び出し、ヨーロッパを感じさせるステージごとに異なる美しいグラフィック。フェラーリテスタロッサのオープンカーで隣に美女を乗せてドライブする疾走感。特別なハードを実装し実現した複雑な車線とコース分岐。操作やクラッシュで稼働する体感型筐体。そして美しいサウンド。見たこともないカーレースゲームだった。僕の住んでいる田舎町にはそれはなくて、バスで1時間かけて行った町のハイテクセガにしかなかった。当時11歳だったのでとても難しかった。最初のステージのコーナーがどうしても曲がりきれずに、一度も次のステージに進めなかった。それでも満足してまた1時間かけて家に帰った。そんな憧れのゲームだった。2、概要。アウトランは1986年にセガの開発チームスタジオ128によって特別に設計されたハードウェア向けに開発されたアーケードゲームである。鈴木勇士によってデザインされ、多くの家庭用プラットフォームに移植され、いくつかの続編にインスピレーションを与え、ドライビング、レースジャンルのマイルストーンとみなされる。鈴木勇士はアウトランをレースゲームとして分類するのではなく、ドライビングゲームとして分類している。判明している限りで開発スタッフを紹介する。なお、開発スタッフは明言されておらず、不確かな情報であることをご理解いただきたい。本作は4人のプログラマー、サウンドクリエイター、5人のグラフィックデザイナーからなる小さなチームによって開発された。アウトランハイスコアクレジットには以下記載のみがある。デザイン、ユウ、鈴木優。プログラミング、ビン、三船聡。ビンの別名でも知られ、日本の実業家であり、元セガのプログラマー兼プロデューサーである。代表作にハングオン、スペースハリアー、アウトラン、アフターバーナー、ターボアウトラン、バーチャストライカーシリーズなど。プログラミング、KAG、香川忠。自称、セガの絶頂期からどん底まで経験した香川です。そのことである。代表作、アウトラン、スーパーハングオン、ソニックブーム、スターホース4、メダルゲーム、2019、音楽、MIY、宮内博、旧姓、川口博、博賞としても有名。美術、MAT、松浦実、元セガのアーティストで、80年代のアーケードゲームと90年代の家庭用ゲーム機の両方に携わった。代表作、アウトラン、エイリアンシンドローム、ギャラクシーフォース2、セガラリーチャンピオンシップサターン版。IKA 氏は担当及びお名前も不明である。プログラマー、推察、AO としても知られる OLA は日本のセガの元プログラマーである。彼は当初、特に80年代後半にプログラマーの香川忠氏と共にアーケードゲームの開発に携わっており、1993、1994年にセガ AM さんからコンソール開発に移動し、セガサターン用のゲームを開発した。1997年頃から技術サポートに携わるようになった。代表作、ハングオン、アウトラン、桜大戦、サターン、ファンタシースターオンラインエピソード 1&2。 デザイナー、石井洋二。セガのさまざまなタイトルに携わったプロデューサー兼プロジェクトマネージャーである。1978年に入社した石井は、ファンタジーゾーン、ハングオン、アウトランなどの80年代のアーケードタイトルをデザイン及びディレクションし、CS3 部門全てを統括するセガ CS 本部の責任者として、ナイツ、パンツァーなどのサターンタイトルをプロデュースした。
現在ビデオゲーム開発会社アーティストの CEO 兼社長を務めている。代表作ザクソン、ファンタジーゾーン、パンツァードラグーン、桜大戦など多数。ヘルプ&コーディング、永井和彦。永井和彦氏は1986年にセガに入社し、メガドライブのサウンドドライバーの最初の社内バージョンを設計したことで知られている。1999年より長らく未来 R&D、 後のファミリーエンタテインメントにて唯一のサウンドデザイナーを務めていたが、2007年にファミリーエンタテインメントにサウンド部門を設立し、自らが統括するビジネスユニットの開発部門のゼネラルマネージャーも務めた。代表作エンデューロレーサー、アウトラン、エイリアンシンドローム、 SDI、 スペースハリアー2、ファンタシースター2、カブトムシ王者虫キングなど多数。メカニカルエンジニア松野正樹。1985年4月にセガに入社し、アミューズメントマシンに焦点を当てた AM4、AM5、AM6 部門で1980年代後半から1990年代にかけて同社で最も成功したタイトルの多くのキャビネットとハードウェアを設計した。代表作ハングオン、スペースハリアー、アウトラン、アフターバーナー、ギャラクシーフォース、スーパーモナコ GP、 R360、電気技師伊藤太。伊藤太は元セガエンタープライゼスの電気技術者であり、 AM 研究開発第4部の次長である。1985年に入社し、スペースハリアー、アウトラン、アフターバーナー、ギャラクシーフォース、 R360、スーパーモナコ GP などの多くの著名なアーケード筐体に携わった。他にもメイキングクラブシリーズ数機種、プリントクラブ2など HMD、 ヘッドマウントディスプレイの試作機、メダルゲーム機などアミューズメントハードも幅広く手掛けた。1999年にセガを退社した後、サンワークスなど数社に勤務し、アミューズメントシステムの開発を続けた。代表作スペースハリアー、アウトラン、アフターバーナー、ギャラクシーフォース、スーパーモナコ GP、 バーチャレーシングなど。スタジオ128はセガ R&D 内の特別チームとして発足した日本のセガのビデオゲーム開発グループである。鈴木優が率いるこの小さなスタジオは、アウトラン、アフターバーナー、パワードリフトなどのアーケードの名作を作成した場所だった。アフターバーナーとアフターバーナー2の最初では、プレイヤーは128というラベルのついた航空母艦から離陸する。日本のセガ本社から徒歩約5分の場所にあるスタジオ128には10人の従業員が勤務し、セガの最先端の体感ゲームに取り組んでいた。その仕事の多くは社内の他のメンバーには秘密にされていた。伝えられるところによれば、中山駿社長さえも一度は立ち入りを阻止されたことがあり、本人は大いに不満を抱いていた。スタジオ128はどのゲームにも直接クレジットされていないため、その歴史を識別するのは困難である。ただし1990年の GP ライダーのリリース前にセガ R&D ワチになったことが知られている。セガ R&D ワチは最終的に1990年代初頭により一般的に知られるセガ FM2 となる。3. アウトランハードウェア。リリース1986年9月20日。セガのアウトランハードウェアは1986年にドライブゲームアウトランでリリースされた。これは同社のハングオンハードウェアの後継であり、セガの3次元アーケードハードウェアのスーパースケーラーシリーズの2番目になる。1987年にセガ X ボードに引き継がれた。アウトランハードウェアはハングオンハードウェアと同様にシステム16と同様の仕様を備えているが、2番目の68000プロセッサと別個のビデオボードが追加されており、道路およびスプライト、テクスチャ用の追加のグラフィックスレイヤーが可能になる。拡大縮小機能搭載。アウトランハードウェアはハングオンハードウェアができる全てのことを実行できるが、プロセッサのクロックが高く、より高速な計算が可能になり、より多くのメモリとより高速な帯域幅を備え、ビデオボードの機能が拡張され、2本の道路を描画できるようになった。ハングオンハードウェアは1つしか描画できない。より高いフィルレートのフレームバッファシステムを使用してスプライト、テクスチャをレンダリングできる。当時
アウトランハードウェアは非常に強力で高価なアーケードボードであり、アーケードオペレーターは通常のアーケードマシンの2倍のクレジットを設定するようにアドバイスされていた。ハードウェアを使用したゲームは3つあり、いずれもドライブゲームである。ただしスーパーハングオンもほぼ同じ形式でハングオンハードウェア用にリリースされているため、実際にこのハードウェアに対応しているのはアウトランとターボアウトランだけである。ボード構成、CPU ボード、メインボード、ビデオボードに分かれている。まずは CPU を見てみよう。メイン CPU としてモトローラ 68000、12.5MHz を2つ搭載している。サウンド CPU としてサイログ Z80 を1つ。次にサウンドの仕様である。サウンドチップ、2チップであり、合計24チャンネル鳴らせる。FM 音源チップとしてヤマハ YM2151、8FM チャンネル。PCM サンプリングチップ、セガ PCM、ステレオ出力、16PCM チャンネル、12ビットオーディオ、31.25kHz サンプリングレート。アウトランハードウェアでは前述の通り2つの音源チップを搭載していた。 YM2151、通称 OPM、4オペレーター、8チャンの FM 音源であり、当時最も高性能な FM 音源チップだった。そして PCM 音源はセガ PCM と呼ばれる当時としては高性能な PCM 音源だった。仕様としては最大16チャンであるが、アウトランハードウェア時代のサウンドメモリは 0.5MB もない。時間にして8秒しか鳴らせない。ハングオンはさらにサウンドメモリが少なく 82KB、時間にして 1.5 秒程度しか鳴らせない。ハングオンでは効果音にメモリが割かれ、 BGM で PCM が使えなかった。アウトランでの PCM 割り当ては BGM で6チャン、効果音で10チャン利用していた。ただそれでも PCM6 チャン再生は当時の家庭用ハードで対応しているものは存在せず、各移植担当者は頭を抱えることになる。実際アウトランサウンドの完全再現はアーケードリリースから10年後のセガサターン版を待つことになる。 X68000 の PCM8 で鳴らすことは可能であるが、当然同時にアウトランの映像を描画することはできない。次にグラフィックス仕様を見てみよう。ビデオボード GPU、セガ1715377ビデオボードグラフィックスチップセット。ビデオ解像度 320×224、フレームレート 30、60.0543fps、カラーパレット 98304 色、画面上の最大色 12288 色、フレームあたり128個のスプライト、すべてのスプライトが拡大縮小可能。スプライトテクスチャサイズ 8×8、512×256。このスプライトは非常に強力で、この描画再現はセガサターンまで待たなければならない。次にメモリの仕様を見てみよう。メモリ最大 3.6MB、メイン 736KB、ビデオ 2496KB、サウンド 454KB、サウンド用が 0.5MB しかないのが注目である。ロム最大 3008KB EP ロム、マスクロム。ターボアウトランハードウェアはほぼ同じであるが、グラフィック関係の変更がある。対応ゲーム一覧は以下となる。アウトラン1986、スーパーハングオン1987、ターボアウトラン1989、限定版ハングオン1991。このハードウェアの開発者として2名の名前が残っている。八木宏氏はセガで最も多作で長年勤務しているエンジニアの一人である。彼は同社に在籍していた期間中、数多くのアーケードボードやその他のハードウェアの開発を監督し、主導して成功を収めてきた。2010年代以降、八木氏はほとんどの職務から正式に引退し、代わりにデータベース開発とウィンドサーフィンに専念したが、時折コンサルタントとしてセガで働き続けた。担当したハードウェアとして以下がある。システム、アウトラン、ハードウェア、X ボード、Y ボード、ゲームギア、ナオミ、リンドバーグ、モデル2、モデル3。要するに僕らの青春時代は八木氏によるものがほとんどである。浜田和彦氏1983年にセガに入社し、アウトラン、
アフターバーナー、ギャラクシーフォースなどのゲーム用のさまざまなアーケードボードとセガサターンとドリームキャストを開発した。1991年末、システム32の登場に伴い、彼とそのチーム、彼がセクションマネージャーを務めていた代わりに次世代の家庭用コンソールハードウェアセガサターンの開発に着手し、そのリリース後も周辺機器の設計と低コスト化を実現する方法の研究を続けた。現在は福島県伊達市に移住し集落支援員として活動されている。4. アウトラン開発物語。スペースハリアーのヒットに続くゲームを何にするか考えていた時に開発部の鈴木優が言った。もっと普通のゲームが作りたいんです。普通といっても普通のゲームという意味じゃなくて現実にありそうなゲームです。鈴木優はそれまでのゲーム、特に車のゲームに対して疑問を抱いていた。それまでのゲームは他の車とぶつかれば即爆発炎上してしまうが、実際の車はぶつかったからといって爆発したりはしないゲームだからということでまかり通っている嘘をなくしたゲームが作りたかった。皆に主張した。車のゲームは決められたコースでレースをするものしかないでしょう。そんなものではなくて、もっと女の子を横に乗せて海岸通りを流すようなゲームができませんかね。開発部の責任者であった鈴木久志はそれを聞いてうなずいた。当初はアメリカ横断を考えていたが、砂漠のような荒野が延々と続くことと治安の問題から却下され、ヨーロッパへ目的地を変更していた。ヨーロッパをイメージしたゲームにしたいんです。ついてはヨーロッパに行きたいんです。鈴木久志は中山社長に相談を持ちかけた。優がヨーロッパに行きたいって言ってるんですけど、よし行ってこい。中山は開発部から要望が出て断ったことがなかった。開発にはそれだけ力を入れていた。中山は常々考えていた。環境は大事だ。ゲームを作るというのはクリエイティブな作業である。劣悪な環境でさあやれと言われてもなかなかうまくいかない。ましてハイテクを駆使するゲームである。悪い設備ではつらい。取材にしてもそうである。コストを削って資料だけで作れと命じて名ゲームができるはずがない。できるだけ良い環境のゲーム作りを考えていた。新しいツール、道具が欲しいんです。取材に行きたいです。開発に必要だと思われることは全て OK であった。鈴木優らは2週間の予定でヨーロッパに出発した。ヨーロッパに着くや、車を借りた。サンルーフにビデオカメラをつけて助手席の者がスチールカメラで風景を撮影することにした。ドイツから入ってイタリアまで車で抜けよう。よし、まず地図を広げた。1日にこのくらいは行けるんじゃないか。同行の石井洋二が3センチほどの距離を示した。旅慣れぬ石井の目からは大した距離ではないように映った。鈴木優は言った。ちょっと待ってくださいよ。日本の北海道から九州までの長さが3センチくらいなんですよ。フランクフルトから出発し、モナコやモンテカルロ、スイスの山道をドライブし、ミラノ、ベネチア、ローマのホテルに立ち寄った。鈴木優たちはドイツ車である BMW520 に乗っていよいよヨーロッパの旅を始めた。ドイツではアウトバーンを思い切り走った速度制限なしの高速道路で、場所によっては飛行場としても使えるように作られている。鈴木優は BMW のアクセルを力いっぱい踏んだ。スピードメーターがぐんぐん上がっていく。時速190キロにまでなった。日本の道路ではとても出せない速度である。ヨーロッパの高速道路は日本のものと違い無料である。好きなところで一般道路に降りることができた。そのため一般道路と区別をするための壁がない。辺りの風景が実によく見える。緑あふれる風景を見ながら快適に走り続けた。鈴木優の横をメルセデス・ベンツ 500SEL が200キロを超す速度で追い抜いていった。ふと相手の運転席を見た。60歳ほどの人の良さそうな老婦人であった。この国はあんなおばあさんが200キロで車を飛ばす国なんだな。鈴木優は観光地化されているところは全く通らなかった。ホテルも最初の日のホテルと最後のローマのホテルだけ決めて、あとは足の向くままに走り続けた。
ロマンチック街道を走りアルプスを抜けてフランクフルトから南下した。あえて片田舎ばかりを回った。日本語はもちろん英語を話せる人もまるでいない。どうせ通じないなら使い慣れた日本語の方が説得力があるだろう。相手との会話を日本語を混ぜた身振り手振りで行った。道を聞く時も地図を見せながら日本語で話す。ここはどこですか？なんとなく雰囲気が伝わってうまくいった。食事も苦労した。メニューください。鈴木が頼むと定食が来てしまう。ヨーロッパではメニューは定食のことであった。日本でいうメニューはアラカルトと頼まねば通じない。2週間ヨーロッパを走り抜けながら鈴木優のイメージの中に新ゲームの構想が膨らんでいった。サンルーフに備え付けた 8mm カメラが撮ったフィルムは50本にも達した。ヨーロッパの空気を満喫して日本に帰ってきた鈴木優の目に日本の道路が飛び込んできた。ひどい違和感を覚えた。なんだかつまんない道路だな。翌日出社するや鈴木久が飛んできた。2週間連絡一つよこさないなんて心配したんだぞ。実は鈴木優らは連絡しようにも国際電話のかけ方がよくわからなかったのである。その上田舎ばかり回っていた。ついに日本に連絡を取らずじまいであった。鈴木優は開発部に戻るや早速新ゲームの開発に取り組んだ。ヨーロッパに行く前とまるで違ったイメージがある。ゲームを作るときヨーロッパの風景写真を丹念に見てその通りに画面に再現してもインパクトは少ない。本物通りの風景ではなく雰囲気を強調した画面作りが大切だった。ヨーロッパで現実に目にした夕日や見たこともないような美しい風景がイメージとして頭の中に残っていてこそ面白い画面が生まれる。鈴木優は開発部員に葉っぱをかけた。このゲームは今までになかったゲームにしよう。これまでゲームといえばサーキットという限定された枠の中で相手と競うものだったが、実際の生活で誰かと競って走ることなんてまずないだろう。セガのモナコ、グランプリにしろタイトーのスピードレースにしろ全てサーキットという限定された枠の中で行われるゲームであった。鈴木優はさらに続けた。誰かと競争するのではなくドライブを楽しむゲームを作りたい。その中で他の車を抜いたら気持ちがいいとか普段走っている速度を超えた速度で走れたら気持ちがいいというのがある。その超える感情を表現したいんだ。ゲームのタイトルも自信のあるものを思いついた。これまでのゲームを超える、さらに現実的に速度によって超えるという2つの意味を込めてアウトランにしたい。鈴木優は開発部員たちにさらに言った。他社のゲームと自分のゲームを比べてどうというのではない。プレイヤーがどう思うかが大事なんだ。プレイヤーが楽しめるゲームを開発するのが一番大事なことだ。アウトランはそれまでのゲームにはない様々な工夫を凝らしたゲームになった。まず日本で初めての車型の筐体を使った。プレイヤーは本物の車に乗り込むような気分でゲームを楽しむことができる。さらに BGM にも工夫を凝らした。ハングオンの BGM は1種類であったが、アウトランはボタンを押すことによって3種類の BGM を選ぶことができた。さらに決められたコースをただ走るのではなく行きたい方向を自分で選ぶこともできるようにした。コースにはいくつもの分岐点がある。各分岐点で左を選ぶか右を選ぶかによって辺りの風景や道の具合が変わってくる。足の向くままにヨーロッパを旅したイメージがここでも強く生きた。鈴木優はフェラーリのスーパーカーのファンとして知られており、アウトランはフェラーリから正式にライセンスを受けていないが、プレイヤーの車は後部のバッジに至るまでフェラーリテスタロッサに驚くほど似ている。鈴木優はモナコでこの車に初めて出会い、この車がこのゲームに最適であると判断した。残念ながら当時この車は日本では一般的ではなかったため路上テストが困難だった。伝えられるところによると、開発チームの5人のメンバーが3時間の路上テストを行ったとされている。彼らは写真を撮り、車のエンジン音も録音した。フェ
ェラーリはオープンカーモデルを製造していないため、アウトランに登場するテスタロッサはフィクションである。サードパーティは10年の地に同様の外観を備えた改造コンバーチブルテスタロッサを販売する。ゲーム内のフェラーリテスタロッサは馬力、トルク、タイヤ、ギアなど車の実際の機能をシミュレートしようとしていた。鈴木優はこれまでのレーシングゲームとは全く異なる方法でアウトランを設計した。アウトランではエンディングでドライバーが表彰された。他の車両にぶつかっても車が爆発することはない。セガはテスタロッサをゲームに含めることについてフェラーリに相談せず、後にこの問題で何度か法廷で会うことになった。この車は今後のリリースに向けて一切変更されていないため、合意に達したものと考えられており、実際フェラーリは F355 チャレンジ、同じく鈴木優デザインやアウトラン2をはじめいくつかのレースゲームの公式スポンサーを務めている。道路を走っている他の車は1972年フォルクスワーゲンビートル、1971年シボレーコルベット、1985年ポルシェ911、1985年 BMW325i カブリオレ E30 および一般的なトラックである。鈴木優はアウトランでは当初の目標の半分しか達成できなかったと主張している。当初はステータスの異なる8種類のスポーツカーが計画されており、チェックポイントでカットシーンが発生し、プレイヤーにストーリーを与える予定だった。これらの機能の一部は後のアウトランシリーズに追加された。アウトランは1986年10月に発売した。日本だけでなく世界的な大ヒットとなった。鈴木優はゲームセンターでプレイヤーがこのアウトランで喜んで遊ぶ姿を見て満足したが、これで終わりではない。ゲームは作り終えた瞬間に過去のものになっていく。かつて映画監督のチャールズ・チャップリンはあなたの作品の中で一番の傑作はと聞かれ答えた。ネクスト1、つまり次に撮る作品こそ我が人生の傑作であると。鈴木優も一つゲームを開発した時にはすでに次のゲームに目が向いていた。鈴木優はアウトランに続く新型体感ゲームの構想を練り始めた。アウトランは誰でも楽しめるゲームを目指した。今度は少しマニアックなゲームを作ってみよう。当時敵戦闘機を撃墜するゲームが出始めていた。戦闘機ゲームにしよう。ソフトで筐体を管理する方の戦闘機ゲームを考えた。戦闘機はアメリカの艦載戦闘機 F-14 トムキャットをイメージした。これはスピード感と迫力をメインにして作ろう。後のアフターバーナーである。移植作と補足。ここで後ほど背景映像として登場する移植作を紹介する。全て紹介するととんでもないことになるため、移植比較は他の方による素敵な移植比較動画があるのでそちらを参照いただきたい。今回取り上げるのは MSX2 版、セガマーク3版、PC エンジン版、メガドライブ版である。以前無謀な移植に挑むことをテスタロッサに自転車で挑むようなものと表現したが、今回まさにそうである。アーケードとのスペック差はとんでもないものであった。ファンタジーゾーン動画での言葉を引用する。想像してほしい。上司からとてつもない低スペック機にアウトランの移植を頼まれたとしよう。あなたが熱狂的アウトランファンでありプログラマーだったとする。当時は今と違ってプログラマーは1人とか3人とかの時代だ。 CPU は Z80 であり、サウンドも PSG、 コーナーを表現するラスタースクロールも使えない。オリジナルは拡大縮小機能があり、オブジェクト1個の画像で良いのに16メガビットある。拡大縮小機能ないので小さなオブジェクトから手前のオブジェクトまで全部画像必要なのに容量はアーケードの8分の1の2メガビットしかない。色も16色しか使えない。ハードのスペック差がわからない子供たちからはひどい移植と言われるだろう。どう考えても負け戦である。そんな中でもあなたは熱狂的アウトランファンである。家庭でアウトランを楽しみたいという子供たちのためにベストを尽くすはずだ。この後 MSX、セガマーク3、PC エンジン、メガドライブと映像が流れる。メガドライブはアーケード発売から5年後である。ここで時系列を確認する。
アーケード版1986年9月、セガマーク3版1987年6月、MSX 版発売1988年10月、スーパーファミコン版 F0 発売1990年11月、PC エンジン版発売1990年12月、メガドライブ版発売1991年8月。少年時代の5年は長い。セガマーク3版はアーケード版の翌年、MSX 版はまだアーケードでアウトランが稼働している1988年に発売されている。 MSX ユーザーは当然アーケードには遠く及ばないけれど、その頑張った移植作を愛した。当時のファミ通がある入れ替わりの激しいアーケードでアウトラン稼働から9ヶ月経ってるのに1位。セガマーク3でのアウトラン発売決定をファミコンユーザーは羨ましく思ったはずだ。また PC エンジンとメガドライブ版の発売前にはスーパーファミコンで F0 が発売されている。どれだけ PC エンジン版やメガドライブ版が MSX 版より優れていても、アウトランを超えた最先端のゲームがスーパーファミコンで遊べたのだ。スペックとこれら時間的概念を無視して移植作品並べて安易に笑うことが許されるのは子供たちくらいであろう。あれから40年経ち、みんないろんな仕事でベストを尽くしてきたはずだ。子供の頃とはまた違った目線で見ていただければと思う。チラシの裏に自分の意見書くのは自由である。しかしインターネットにこのような動画に書き込むということは開発者の目に入る可能性があると思っていただきたい。ありがたいことに僕の動画では当時の関係者の方から連絡いただくことがある。自転車でテスタロッサに戦いを挑んだ偉大な開発者様が悲しい思いをしないように、当時ベストを尽くした偉大な開発者様へのリスペクトを忘れないでほしい。まずは MSX 版である。 MSX 版アウトランは海外版である MSX1 版と国内で発売された MSX2 版がある。今回は国内発売の MSX2 版を紹介する。まだゲームセンターにアウトランが稼働していた1988年10月21日に発売される。 MSX2 は横方向のスムーズスクロール機能を持っていないため、レースゲームで用いられるラスタースクロール機能を使ったコーナーを再現できない。スクリーンモード4と呼ばれる表示モードを使ってコースは全て BG で描かれた。スプライト機能も貧弱であり、アーケードとは天と地ほどの差があった。ただ当時家庭で遊べるアウトランはセガマーク3版とこの MSX 版しか存在しなかった。寂しいながらも各ステージはアーケードの雰囲気を再現しようと努力が感じられた。あのビッグゲートも再現していた。僕は初めて手に入れたアウトランがこの MSX2 版だった。とんでもないスペックさは理解していた。バスで1時間のハイテクセガでしか遊べないアウトランが自宅で遊べることが嬉しかった。今流れている曲はベーシックマガジンに投稿された MSX の PSG が奏でるサウンドだ。メロを2ちゃんのデチューンで鳴らすと残り1ちゃんしかない。こちらは2ちゃんに割り込みを入れてピコピコ音を鳴らしている。このサウンドが大好きだった。マーク3版、家庭でアウトランが遊べる。当時ファミ通でも長らくアーケード人気1位の作品であり、アウトランの移植は全てのゲーマーの夢であった。マーク3版移植は中裕二氏が担当。ハード性能の限界からかアーケードの完全移植とはならないものの、コースのアップダウンや背景描写など元々の作品に忠実な再現をという試みを感じさせる。アーケードリリースから9ヶ月後発売された。 FM サウンドユニット発売以前の作品であるが、各紙で FM 音源に対応しており話題になった。 MSX 版が発売されるまでアーケードで圧倒的人気を誇るアウトランが家庭で遊べる唯一の存在だった。 PC エンジン版の開発は電波新聞社が担当した。メインプログラマーはスペースハリアーを FM7 と PC エンジンへ移植した紅林俊彦が手掛けた。サウンドは磯田重治氏が担当。磯田重治氏は X68000 版ファンタジーゾーン、コットン、PC エンジンでも多数の楽曲を手掛ける。磯田健一郎氏は実刑にあたり兄弟で作品を担当しているものもある。セガの子会社であるウェーブマスターに所属していたサウンドクリエイターであり、セガでも多数の作品を手掛ける。メガドライブ版、1989年メガドライブが発売されて以来
システム16や体感ゲームの移植はセガ野郎の夢だった。ただアーケード業界は入れ替わりが激しく、それを知ってかセガはそれらの人気作品の移植に消極的だった。数年前の作品の移植は時代遅れとの考えがあったと思われる。 PC エンジンなどに多く移植されるのと対して、セガ自身によるシステム16や体感ゲームの移植は非常に少ない。ただそんなセガの思惑とは異なり、本作含めてセガのアーケードゲームの名作はセガ野郎たちに深く愛されて衰えを知らなかった。本作アウトランもセガによる開発ではなくヘルツによる移植である。移植に関わった偉大なる開発者様の証言は貴重であり、イカアウトランのメガドライブへの移植に携わったはイコバシの関連ポストである。実際は会話形式であるため一部表現を変えている。すごい昔なんですが、ヘルツっていう会社でメガドラでアウトランの移植をやりました。セガから何にも資料解かなかったんで、机の隣にアウトランの筐体置いてコースをビデオで録画して見ながら作ってました。もうあれから20年以上経ちますね。サウンドは別のところでやってもらってて、ヘルツではグラフィックとプログラムをやりました。実はアウトランは大好きでゲーセンでやりまくってたので、移植の話が来た時嬉しかったんですが、本当に移植できるのか不安でした。ちょっと懐かしいので当時の話をしますと、道の処理の三角型の面を左右と上下に位置を変更するラスタスクロールの応用で雲や岩壁とかやりました。メガドラどんなことができるのか確かめるのは楽しかったです。確かモナコ GP で道の三角形の制御のことを聞いて、あとメガドラは BG2 枚あるからこれで分岐ができるでしょうっていうアドバイスをもらった記憶があります。スプライトと BG 分ける動画を見て、動画懐かしくて見入ってました。最後アウトランが入っていたんですね。色分けして分かりやすくなってたので、他のソフトのも感心しちゃいました。面白かったです。メガドラで制作していた時も他のソフト見て、おーすげーと感動してました。この感動する心は今も昔も変わらないですね。見た目でわからないところですと、ラスタスクロールの位置計算の掛け算が重くてメインの制御は3フレーム単位で制御して、スプライトやらの位置はアウトランは3フレーム単位 VSYNC3 回で1画面を作っているので、両間20枚でした。ロムなので容量が全然ないから処理の隙間で圧縮の展開をしてます。確か圧縮率 70% ぐらいだったような。ステージの合間に細切れにロムから VRAM に展開するのを作ってたような。ここで補足する。今は JPEG 圧縮が当たり前であるが、当時は今でいうビットマップ、いわゆる無圧縮の画像データがロムに入っていた。それでもソフトによっては独自で画像の圧縮を行っていた。圧縮方法は2種類ある。可逆圧縮、圧縮データ複合時に元に戻せる。非可逆圧縮、圧縮データ複合時に元に戻せない。 JPEG や各種動画で使われる。今見ている YouTube なんかもそうだ。非可逆圧縮の処理は負担がかかる。80年代の圧縮処理は可逆圧縮だった。可逆圧縮で人間にも理解しやすい方法としてランレングス法というのがある。日本語だと連調圧縮と言われていたりする。同じものが連続している部分に注目して圧縮する方法である。例えば A が8個 B が6個 C が2個というデータがあったとする。このデータをランレングス法によって圧縮すると A8B6C2というような表し方ができる。他にいろいろな方式があるが割愛する。証言に戻る。ちなみに MD 版アウトランのスタート画面の左の看板の2段目はヘルツのシャロゴ HG になってたりします。グラフィックさんがさりげなくというか大胆に仕込んだみたいです。メガドライブ版が国内版コースの理由は、提供された筐体は US 版だったんですが、日本で発売するソフトなので何も疑問に持たずに自然な流れで日本版にして出しました。今思えばオプションで US モード作っておけばよかったですよね。自分も国内版の方に愛着がありましたね。 US 版は違うっていう認識でした。基本的には2つのコースの入れ替えと若干道のデータが違っていたような。違っていたらすいません。メガドラ本体が日本版か US、EU 版かで道路以外は動作違いについてはそうだったかもしれないですね。だとするとオプションにあるのかもしれないです。でないとデバッグできないですし、完全に忘れてます。最初から JP 版と US 版を作る予定はあったはずだったので、多分それを踏まえて作っていたんですね。詳しいところになっちゃうと記憶が薄らいでますね。ははは。
確か業務用のオプションがあったと思うので、撮影用に表示を変えたりとかなので、そっちの方で変えられたりしたのかな。記憶にある違いはセガロゴ変更、メッセージ変更、デモ中の BGM ありなし、当たり判定の違いです。いずれも実機未確認ですが、当時の自分だったら入れられる要素は全て入れていたと思うんだけどな。ギアガチャの対応は必須みたいなノリだった気がします。自分は実機で試したことがなかったので、実際やってみて、あ、本当にできたみたいな感じでした。本物版のプログラムはバグだったんでしょうね。隠し要素でアフターバーナーの時期が飛行したりといった経緯について、当時アウトランとアフターバーナーは自分がやりまくっていたゲームで、アフターバーナーの給油の面にアウトランの車がいたなと思い、その逆のパターンということでグラフィックさんにこっそりお願いして勝手に仕込みました。確か敵の車に当たったりクラッシュしないでステージ3に到達すれば出現したはずです。ステージ3は3つあるので、真ん中がアフターバーナーで、下、右、コースがセガの気球で上、左は忘れました。さらにモードの制限とかもあったかも。ノーマル以上とか。それと真のエンディングってのがあったと思うんですが、あれは実機のロムにそういうデータが入ってて、それも作っちゃったのでせっかくだから入れちゃおうと思って、ああいう形になったとように記憶をしています。ちょっと売る覚えが入っているかも。若干脱線する迫力のあるフレームレートについて、未だに映画では 24fps である。すでにフィルムではないので、やろうと思えば 120fps でもできる。映画に求めるのは何であろうか。非日常体験のはずである。激しい戦闘シーンがいきなりチープ感が漂う。人間の認識速度に近い 60fps となるとリアルではあるが、映画の臨場感がなくなるのだ。アウトランは 30fps である。先ほどから映してる映像も 30fps だ。セガサターンでおまけ要素として 60fps に対応した。スムーズさの反面アーケードの迫力がなくなっている。ポイントとして本作は疑似 3D ゲームである。3D ポリゴン時代のレースゲームは現実世界と同じで、遠くのものはゆっくり近づき、手前で急加速する。疑似 3D 時代ははるか地平線のオブジェクトが1秒の地には通り過ぎた。これがリアルシミュレーターでは再現できない高速走行感を演出した。これはセガ体感ゲームが愛され、その後 3D ポリゴンの時代となってもオリジナルを超えることができない理由でもある。ここからオリジナルアーケード版の解説に戻る。6. 鈴木勇志インタビュー。インタビュアーはずんだもん。鈴木勇志は四国メタンでお送りする。本日はよろしくお願いします。インタビューの直前にアーケード1アップアウトランを遊んでいましたが、アウトランをプレイするのは何年ぶりでしょうか。正確には覚えてないね。笑い。ここ20年くらいはプレイしていないんじゃないかな。誕生から30年以上経過しましたが、今も世界中のファンに愛されています。やっぱり嬉しいですよ。シェンムー3のプロモーションではヨーロッパのイベントにも参加しましたが、隣のブースにドライブゲームを作っている人がいて、アウトランに影響されて作るようになったと話してくれたりするのを聞くと、アウトランで育った世代の開発者が出てきているんですね。これまで家庭用ゲーム機には何度も移植されていますが、家庭向け筐体の感想はいかがでしょう。筐体が小さくて可愛らしいね。アーケードの筐体とは随分大きさが違うので、ちょっと縮こまって座ることになるんですけど、遊んでいる姿が可愛いでしょう。笑い。体の大きい人に限ってミニクーパーに乗りたがるみたいな筐体のサイズに合わせて運転する感覚が面白いですよね。ハンドルの感触はどうでしたか。ああ、アウトランってこうだったな、なんて当時のいろいろなことを思い出しました。ここはこう走るといいと思っていたらクラッシュしてしまって、僕の記憶違いか、それとも腕が落ちたのかな。笑い。オリジナルのアウトランは決して簡単なゲームではありませんでした。ステージによってはコースがタイトだったり、他の車がたくさん走っていたりして、当時のアーケードゲームとして1日200プレイを目指していました。1日の稼働時間は実質10時間ですから、1ゲームを3分で回さないといけない。筐体の乗り降りにかかる時間を考慮すると、アベレージが2分40秒、それを基準に作っていましたね。1ゲームの時間をさらに短縮して、なおかつ満足度を上げられるともっとインカムが上がりますが、後のバーチャファイターはその典型でした。1985年に初の体感ゲームとなるハングオン
2006年にアウトランがリリースされました。やはり2輪の次は4輪という流れだったのでしょうか。そうですね。敵車を避けながら時間内にチェックポイントを目指して走る、あまりアップダウンのないコースといったゲームとしては共通する部分が多かった。僕自身ずっとバイクに乗っていたので車よりバイクの方が好きなんですけど、車はジャンプの地に方向を変えられないからバイクの方が好きなんてことを当時言っていた記憶があります。笑い。アウトランではフェラーリテスタロッサをモチーフとした車を操縦します。どのような経緯で決まったのでしょうか。それまでのドライブゲームは車同士が接触すると爆発してしまうものが多かったんです。アウトランの時は車同士が接触してもリカバリーが効くゲームを作りたくて、あまりシリアスではないおおらかさを表現したかったんです。イメージとしては映画「キャノンボール」ですね。ゲームを作るにあたって映画と同様にアメリカ横断コースを実際に走る計画を立てたんですが、工程のほとんどが砂漠だということが判明したんです。笑い。そこで取材先をヨーロッパに変更してドイツやスイス、イタリアを走りました。モナコ公国の公営カジノに立ち寄った時、真っ赤なフェラーリが止めてあったんですが、それが当時話題になっていたテスタロッサ、しかもオープンカー仕様だった。ゲームと同じですね。当時テスタロッサのオープンカーはまだ存在していなかったと思います。オーナーが特注したのか改造したのかどちらかでしょう。それを見た時に心からかっこいいと思ったんです。細かなテクニックを駆使してシリアスにタイムを削っていくタイプのゲームは作りたくなかったので、これしかないと思いましたね。片手運転で横には金髪の美女、誰もが羨むような最高の車、オープンのテスタロッサはイメージ通りでした。最高のシチュエーションですね。コースの背景にもヨーロッパのテイストが出ていました。最初のコースは地中海沿岸のコートダジュールあたりのイメージかな。ドイツやスイスアルプスなどをモデルにしたコースもいいですよね。風車はオランダのイメージでしょうか。いや、オランダには行ってなかったね。でも風車はあった方がいいと思って追加しました。笑い。プレイヤーを飽きさせないためにはたくさんのコースが必要ですが、取材先の地域だけでは足らなかったんです。現地取材のエピソードとしてドイツのアウトバーンを 200km 毎時で走ったという逸話がありますよね。現地ではフェラーリを借りられたらベストだったんですが、借り方がわからない。ポルシェはなんとか借りられることになったんですが、それだと僕と石井さん、企画の石井洋二氏のスーツケースが乗らない、2シーターで後部にエンジンを積んでるから笑い。結局 BMW520 を借りてサンルーフからカメラを出して撮影することができましたが、アクセルをベタ踏みしても 200km 毎時が限界だったんです。それでも横を走るベンツにぶち抜かれましたね。運転席を見たら小柄なおばあちゃんだったので、石井さんと2人で仰天しました。笑い。速度無制限の道路とはいえそんなに速いんですか。とんでもなく速かったですね。当時日本で BMW に乗った時にはブレーキに違和感があったんです。それがアウトバーンを200キロで走ってブレーキをかけた時に、ああこういうことなのかという安心感のある減速ができてスピードを実感しました。現在の BMW は日本の交通事情を研究しているのでもう違和感はありませんけど、なんだか自動車評論家みたいだね。笑い。自動車やバイクへのこだわりは X 年後の関係者たち BS、TBS に出演された時にも話されていましたね。番組ではリアルな音を出すためハング音の筐体に実物、エンジン、お相撲という話も出ましたが、アウトランではそういったことはなかったんですか。いろいろなことを試みはしましたが、セガには優秀なメカトロニクスの部隊がいますからね。アウトランの時はメカトロからドライブゲーム用筐体の企画をもらって、そこに僕の企画を合わせました。筐体のモチーフがテスタロッサだったので、そのイメージを入れ込んでいます。車体の後ろ短い特有のスタイルを表現するために筐体のタイヤを後ろにして横にはフィンのモールドも入れてくれと頼みましたね。ゲームの車に合わせたわけですね。あまり記憶が定かではないけど、ハンドルを本物にしたいと考えていたんじゃないかな。スポーツカーやレーシングカーに使われている桃のハンドルをそのまま筐体に使いたかったんだけど高いからダメだって。自
実物を参考にしてできるだけ大きさや触り心地が近いものを作りました。筐体に乗る人には体格差があるのでペダルや画面配置を調整しましたし、モーターの一軸の動きをどうすれば立体的に変換できるかといったところもメカトロと随分考えましたね。アウトランといえばサウンドがすごく印象的なゲームでしたね。ハングオンでは BGM としてしっかりと曲を入れましたが、ドライブゲームであるアウトランはノリのいい曲にしようと思っていました。当時の感覚ではテンポ150前後8ビートの曲がドライブゲームにぴったりでアクセルを踏みたくなるんです。バンヘイレンのパナマや西部警察のカーチェイスに流れる BGM もそうですね。笑い。こうしたイメージとゲームの内容を合わせてちょっとおしゃれなフュージョン系16ビートの曲にしてテンポ150前後をキープして作ったんです。メイン BGM を3曲から気分や好みで選べるというのも画期的でした。アウトランの基盤には最新型サウンドチップを搭載したので FM 音源が強化されて同時発生できる音も増えました。前年のハングオンよりさらに良くなったんです。 DCM 音源でがっつりデータを作れるほどのメモリ容量はなかったので FM 音源にしてデータ量を減らす当時ならではの作り方です。スピーカーもちゃんとボックスを用意して音が反響するようにしたんですよね。開発当時から海外展開を想定していたのでしょうか。僕の作品は最初からワールドワイド展開を見越して海外でも受け入れられる色使いなどを意識していました。国内向けのタイトルは中間色で表現することが多いのですが、カリフォルニアやコートダジュールのイメージにはくっきりした色使いがマッチします。ダイナミックレンジをできるだけ広くとってこってりと色をのせていました。確かにリュウさんの作品は明るいイメージが多いですね。バーチャファイターのジャッキーステージでは抜けるような青い空が印象的でした。色使いはもちろん見た時に分かりやすいものを目指していたところはあります。説明に時間がかかるゲームではインカムも落ちてしまうし、文章をローカライズするのにも費用がかかりますからね。コインオペレーションゲームのいいところはコインを入れたら気軽に遊べるところです。楽しければ何度も遊ぶ、自分に合わなければ違うゲームで遊ぶわけですから、第一印象が重要であることは常に意識していました。近年のレースゲームは目覚ましい進化を遂げていますが、どのようにご覧になっていますか。すごい表現力ですよね。最新ゲーム機の映像を見ても実写と見間違うクオリティがありますから、映像や音がここまで極まってくるとそれが勝負どころにはならなくなり、最終的には遊んで楽しいかが重要になりますよ。僕の作ったものでは F3 も応募チャレンジだけがシミュレーターであり、その他はゲームなんです。ゲーム自体がどう面白いかというところが評価の対象になっていくでしょうね。2019年の東京ゲームショウでは興味のある分野として VR と答えています。現在もそれは変わらないのでしょうか。興味自体はあるのですが、現在手掛けているものは VR とは違う分野ですね。今回 VR とは対照的なアーケードワンアップアウトランの取材だったわけですが、こういうものに触れると現在のゲームは本当にリアリティがすごくて、それだけ複雑になったことを実感します。手前味噌ですけどアウトランはすごく分かりやすい笑い、ある意味ソフトは形のないものなので手に取って触れられる筐体はとてもいいですね。日本でも結構売れているんでしょう。昨年の初回販売分は早々に完売したそうです。当時のゲームセンターでアウトランを遊んだ方にはシートに座ってハンドルを握ってほしいですね。僕と同じように昔の思い出が蘇ってくると思います。気軽に筐体で遊べるのはとても楽しいですよ。最近では大型筐体だけでなく多数のゲームを収録したミニ筐体もたくさん出ていますね。あれも良かったですね。小さいサイズに何十本のゲームが詰まっているのは夢がありますよ。アストロシティミニにはバーチャファイターやスペースハリアーも収録されていました。その2本もアーケードワンアップサイズで作ってくれないかな。笑い。特にスペースハリアーは続編を作ってみたいですね。依頼があればすぐ作ります。セガさんに伝えておいてください。笑い。7. 石井洋二氏インタビュー。ここで石井洋二氏のインタビューをお届けする。インタビュアーはずんだもん。石井氏は四国メタンでお送りする鈴木優さんと組んだアウトランです。当時の企画書や業務日報、フジロクなんかから調査したところによると、石
石井さんやユウさんが入る前に別のメンバーがナムコのポールポジションキラーとして2人同時対戦レースの企画を詰めていたようなんです。名前はデッドヒートですね。そのデッドヒートの議事録の日付が85年8月でハングオンが出た直後なんですよ。だからハングオンみたいなイメージで対戦レースを作っていたみたいなんです。デッドヒートの時点で途中分岐するコース5つのゴールというのは決まっていたみたいなんですが、それを担当していた人たちが大量に辞めちゃったんですよ。それで私というにも辞められたら困ると思ったのか、今まで頑張ってきたご褒美に取材旅行として海外へ行ってきていいという話が来たんです。合わせておっしゃった車ゲームがあるからそれをやらないかと。それで言うとどこへ行こうかと相談して、映画キャノンボールみたいにアメリカを5000キロ横断しようという話になったんですけど、アメリカは都市を離れたら危険がいっぱいだと上に却下されて、でもヨーロッパだったら危険じゃないから OK と言われて、結局ヨーロッパへ行くことになったんです。じゃあその時にアメリカ OK って言われてたらアウトランはキャノンボールになってたんですね。笑いかもしれない笑い。そこからレースゲームのプロジェクトを石井さんユウさんのコンビで仕切り直したということなんですね。そういう例はいっぱいあったんですよ。ファンタジーゾーンも別の人が作っていたのがうまくいかなかったからお前が作れと言われてやりましたし、デッドヒートのメンバーが辞めたのが86年の年明けですから、そこから仕切り直したとなると実質すごく短い期間で作ったということですね。アウトランは86年9月発売ですから、ヨーロッパ旅行をしたのは86年5月だから相当短かったですね。前の企画デッドヒートから良さそうなところは残していらないものは削って作り直したと思います。デッドヒートの初期コンセプトはこんな感じで、その後年末にスパークラリーという名前に変わって筐体デザインもフォーミュラカーよりも自動車をイメージしたものになってますね。取材旅行の時はどんな車で回ったんですか？あの時変に会社に気を使っちゃって高い車を借りるのはやめておいたんです。でもせめて200キロは出したいからと BMW の520を借りたんですよ。排気量が小さい2リッターから頑張ってやっと200キロ出せるぐらいオープンカーじゃなかったけれどサンルーフ付きの車を選びました。そこからカメラで外を撮りたかったんです。取材旅行の映像を石井さんが残していて C デックで使う時に全部見たんですけど、並木道か何かでおもむろにサンルーフからカメラを外に出して撮ってたりしましたね。あの時20日間ぐらいいたんですけど、運転したのは全て私でしたね。ユウも車好きなのに運転しなかったんですよ。カメラ撮影だけ。思うんですけど、ユウさんはゲーム画面上での画作りのことも想定しながらカメラを回してたんでしょうね。そうしないと間に合わないからスケジュールがスケジュールだけに笑い。使えそうな背景の場所でユウが石井さんこの辺りと声をかけてきてずっと撮っていたのは覚えてますね。アウトランの画面はいいデザインですよね。配色含めて神がかってます。走るの楽しいよね、気持ちいいよねという世界観、取材旅行の成果ですね。ところで旅行中に私とユウが喧嘩した話ってしましたっけ？聞きたいです。インターラーケンというスイスの高原の町に泊まっていた時のことです。次に行く町も決まっていたのにユウが急に別のところに行きたいと言い出したんですよ。私にしてみれば計画を立てて移動しているんだからそういうのはやめてくれと言ったんですが、ユウは譲らなくて揉めて、それで別行動をとってユウは電車で行くことになったんです。次の日400キロぐらい先にあるフランスの町の駅の改札口で合流することにして、ところがその町の駅に行ったら東京駅みたいな感じで改札口が山ほどあるんですよ。でこれどうやって会ったらいいの？で泊まるホテルも当日に決める旅行だったから連絡する手段もなくて、何時間か探し回って会えたんですよ。その時は抱き合いはしなかったけど喜んで、もうこんなバカなことは絶対にやめようと2人で誓って、旅行の後半はお互いに優しくなりました。笑い。よく考えたら地図も紙で GPS もない時代ですよね。よく行こうと思いましたね。なんで何もなかったんだろうね。よく帰ってこれたよね。笑い。引き続き海外メディアからの石井氏インタビューである。もちろんユウが監督ですよ。石井洋二氏は
セガのアーケードの名作アウトランの制作に貢献したことが十分に評価されていないことを聞いた時笑いました。当時はプロデュースやプロジェクト管理などいろいろやったと思うんですけど、ほとんど鈴木さんに任せていたんです。ですからむしろ鈴木優さんの功績が大きいというのが正しいんです。鈴木はインタビューで一度も石井について言及したことはなかったが、自分の上司について議論した際には石井について言及したことがある。ゲームのリサーチを行うために私たちはロマンティック街道、フレンチリビエラ、スイスアルプス、フィレンツェ、ローマをドライブし、途中のいくつかの停留所を挙げました。途中トレビの泉に立ち寄ったのですが、そこで上司が泉から顔を背け、同時にコインを投げ込むよと言いました。おそらく彼は一度映画でそれが行われたのを見たので、私たちがそれをしなければならないと言いました。後で知ったのですが、2人が噴水から背を向けて同時にコインを投げると結婚することになっていました。8. サウンド。アウトランの音楽は有名なセガのミュージシャンであるヒロシショウによって作曲され、非常に人気があった。3つのゲーム内音楽トラックはそれぞれ当時他のアーケードゲームが提供していたものよりもはるかに長く多様性に富んでいた。また市場にある他のレーシングゲームとは異なり、アウトランではユーザーがレースに使用する音楽トラックを選択することができた。当初サウンドトラックは毎分150ビートで動作する8つの異なるロックトラックで構成される予定だったが、ハードウェアの制限によりこのアイデアは廃止された。ここでヒロシショウのインタビューをお届けする。インタビュアーはずんだもん。ヒロシショウは四国メタンでお送りする。ヒロさんが最初にサウンドとして参加したのはハングオンということでいいでしょうか。多分ハングオンが最初ですね。曲で参加したのはその前まではプログラマーをやってて、あとコンシューマもやったけど、一番最初はハングオンだったはずです。コンシューマの曲ということは SG1000 とかマーク3だと思うんですが、 PSG 音源でも曲を作られたことがあるんですか？やってますね、いくつか。覚えているのありますか？穴掘って敵キャラ埋めるのなんだっけ？階段があって、ロードランナーのエンディングとか、あと異色でピなんとか。ピットフォール2？そう、ピットフォール。でも全部じゃなかったような気がする。あといくつかやってて、ドラゴンなんとか。ドラゴン1ですか？ドラゴン1か。2階建てみたいな画面のやつ、これも一部分手伝ったぐらい。ヒロさんというとアーケードと FM 音源のイメージがあるんですが、家庭用の PSG 音源の曲もやられてたんですね。昔は開発が一緒だったんで、好きな方をやってましたね。今開発がアーケードとコンシューマで分かれていなかったというお話がありましたが、ファンキー K H さんが作られたカルテットなんかは家庭用のマーク3に移植される時には FM 音源で作った曲を自分で PSG 音源に移植していたみたいなんですが、ヒロさんの場合はそういうのはないですよね。ないですね。なんか知らないうちにできてる。そうなんですか。笑い。自分で作った曲を他の人が移植するということについては気分的に悪いとか何かありませんでしたか？いや、全くないです。ダメ出しとかもしなかったんですか？製品版になってから聞いたとか、20年経った今頃聞いてこんなのあったんだとか。アウトランやアフターバーナーのボックス CD で出る時に初めて聞いた曲もあるんですよね。そうそう、当時は全く聞いた記憶がないですね。頼まれればやったかもしれないけど、その頃は新しいものを作ってました。今だったら移植する時にデータを提供してほしいという話があったりすると思うんですが、当時はどうでしたか？多分ないかな。その頃は譜面なんで、譜面をコピーして渡したことはあったと思いますけど、多分コピーを渡してなくて移植されたのはすごいことになってます。アウトランとか曲が違うだろってやつ。ボックス CD では移植担当者がわからないようなことがライナーノーツに書いてあったので、今日はその答えを持ってきたんですが、持参した当時の雑誌記事を見せる。すげえ、俺のコメントでマーク3のアウトランの曲最低だぜって書いてある。俺あれを聞いてたんだ。笑い。移植担当は B 用上坊徳人さんだったようですね。やっぱ上坊さんが作ってたんだ。
FM 音源の頃の話をお聞きしたいのですが、まずハングオンスペースハリアーにはどのような感じで参加されたんですか？ハングオンの頃はまだプログラマだったので、鈴木ゆうさんにバンドやってるんだからバンドっぽい曲を作ってよって言われて、確かカセットか何かに曲を録音して打ち込みの人に渡したんですよ。だから打ち込みは自分でやってないです。スペースハリアーはどうですか？ハリアーも確か自分では打ち込んでないですね。音色は作った気がするけど。打ち込みっていうのはベーシックのプレイ文みたいな感じで入力していくんですか？そうですね。アセンブラのマクロを使うんですが、 C5 って書いて次に L4 って書くと C5 の4分音符になるっていう。当時は基盤で音が出るまでには遠い過程が必要だったと思うのですが、どうでしたか？多分遠い過程があったと思うんですが、最初は打ち込みまで流行っていないのでそれほど大変じゃなかったです。ハリアーをやった頃はゆうさんを寮に呼んで、林勝弘くんの DX7 を弾いて、こんな感じでどうってそれで OK って言われて譜面を書いて。その頃は必ず譜面を書いていたんですか？ですね。シーケンサー自体がなかったから、あの頃は譜面を書くのが今の100倍早かったような気がする。今は書ける気がしない。笑い。ちなみにそのミディからコンバートするコンバーターを最初に作ったのは林くん。最初にミディっていうものを取り入れたのは彼。その頃俺はミディ大嫌いで、やっぱ譜面だろって。笑い。ヒロさんが師匠と呼ばれるようになったのはいつ頃からなんでしょうか？88年ぐらいかな。高木康弘が入ってくるまではゆうさんの下で一人でやってたんですよ。スタジオ128の頃まで。アフターバーナーの頃ですよね。開発の分室のような感じで少人数でやってて、その時にサウンドで一人入ってくるというんで、どうしようかという話になって、じゃあ弟子だろうと。で弟子なんで俺は師匠だろう。三吉が次の年に入ってきて孫弟子。 SST バンドの CD のライナーノーツにそんなことが書いてありましたね。そうそう。それでいつの間にか他の人も師匠と呼ぶようになっちゃったんですか？サウンドじゃない人まで。笑い。ですね。会社が大きくなって若い人がどんどん入ってきたのも師匠という呼ばれ方が広まった原因だったかもしれないですね。上も下も関係なく。上の人からも師匠と呼ばれてるんですか？笑い。まあ楽でいいですけど。もうニックネーム化して外部の人も師匠って呼んでますからね。社内だと全然問題ないんだけど、電車の中で呼ばれると一瞬周りがパッと見るんだよね。笑い。不思議なことなんだって最近気がつくようになった。笑い。アウトランの曲名入れ替わり事件。アウトランで曲を自分で選べるっていうのは画期的だったと思うんですが、あれは誰のアイディアだったんでしょうか？ゆうさんは自分が考えたって言ってたよね。笑い。でもデザイナーがラジオの画面を作ってて、ラジオなら曲を選べるようにすればいいじゃんって言ったような気もするんだけど。笑い。よく覚えてないのでぼやかしておいて。笑い。でも最初は画面に手はなかったんですよ。車のダッシュボードとしてのデザインだった気がする。で曲が選べるようになって、選べるよっていう矢印を画面に出すか出さないかをゆうさんに聞かれて、最終的に出さなくていいというのは俺が決めた。わかる人だけ選んでくれという。あとよく言われる話だと思うんですが、アウトランでスプラッシュウェーブとパッシングブリーズの曲名が実は逆じゃないかという話なんですが、あれは忘れたってことでいいでしょうか？いや忘れてはないけど。笑い。ゲームで曲名を出した時に本来の曲名と逆になってると思うんですよ。でも世の中に出てるもの CD とかが逆になってるから、どっちがどっちだかわかんない。パッシングブリーズがパッシングウィンドやパッシングタイムだったという話もあるんですよね。そうすると今のスプラッシュウェーブがパッシングウィンドやパッシングタイムだったんですかね。もうどっちでもいいです。笑い。リップインタビューアウトランとコード理論。小城雄三氏がヒロ師匠にインタビューを実施している。小城雄三氏はずんだもん。ヒロ師匠は四国メタンでお送りする。アウトランの時はコード理論というものがあることすら知らなかったからね。へえ、驚き。それは私の理解だとやっぱり師匠の耳が良かったんだなって思っちゃうんですよね。当時のゲームミュージックって
いいものも悪いものもいい意味で混ざり合ってる状態だったんです。他のメーカーのも含めて。だけど師匠のは飛び抜けて完成度が高いんです。和声バランスやコードプログレッションがすごく美しいんですよ。だからこれは絶対かなりやり込んでいる人なんだなという印象しか持ってなかったんですよ。けど単に難しいことをしてないからという気もする。いや、かなりすごいですよ。マジカルサウンドシャワーあるじゃない。あれを作った後、かなり後からサウンドに入ってきた人にあの簡単なコードでよくあの曲ができましたねって言われて、バカにしたわけじゃなくてなんかすごいですねって言って、自分の中では簡単なコード、難しいコードってことの概念さえなかったから、ああそうなんだと。セブンスぐらいまでは使われてたかな。そうだね、多分全部で5個くらいしかコード使ってないし。コードとしてはそうなんですけど、でもセブンスでも構成音4つ全部バーって鳴らしてるわけじゃなくて、ベースとバッキングとメロディーのトップでうまくコード感を感じさせてる。多分コードは全く意識してないんだと思うんですけど、やっぱバランスですよね。音の散り方っていうか。最近自分のマジカルサウンドシャワーとかアレンジするじゃない。でそうするとコードではない、ちゃんと違うところのメロを取ったりとか、ナインスだったり。あ、ナインス入りますよね。はい。そうなってるから、まあそれっぽく特徴があるのかなって。それっぽく聞こえるってやつですよね。はい。なるほどって思って、昔の俺すげーって思った。笑い。いや、なんかわかります。知らないでやってると、そういう法則に縛られない凄みが出るというかね。自由だよね。それが未だにあるので、音楽理論を知らなくてもいいのかなっていう。最低限知ってれば。でも全く知らなかったっていうのは結構衝撃でしたね。全く知らなかったです。まあセブンスっていうコードがあるってのは知ってたし、C7 に行くと F に行きやすいってぐらいは法則としては知ってたけど、みんなそうやってるからね。私もイースまでは完全にコード無視とかやってて、でもすぐ限界感じてソーサリアンからコード勉強して、一応徐々にやり始めて、ソーサリアンくらいからナインスとかセブンス意識して、ちょうどソーサリアン作ってた時、アウトランアフターバーナーの時期か。あの頃はこの人たちのサウンド、アウトランアフターバーナーに追いつくためには勉強しないといけないとコードの勉強して、だから結構衝撃ですよね。アウトランがって感じです。全く勉強はしてない。ただアフターバーナーはさっき言ったボンジョビとかを聞き込んだ。わかります。僕たちにとってアウトランはどんな存在だったのか。レースゲームは何段階かの成長のマイルストーンがあった。ポールポジション1982年。それまで見下ろしタイプしかなかったレースゲームに疑似 3D を持ち込んだ。アウトラン1986年。ドライブゲームという新しいジャンル、サーキットから飛び出すという新しい概念を持ち込んだ。F0 1990年。回転拡大縮小機能を使って 3D に近い操作感を作った。F0 が発売されてからは仲間たちで集まってミュート式を何周も回して何度もタイムスコアを競った。バーチャレーシング1992年。レースゲームにシミュレーターではなく 3D ゲームを持ち込んだのはセガ自身だった。それ以降レースゲームは 3D となった。アウトランはオリジナルの登場が1986年9月25日。完全移植のセガサターン版が1996年9月20日。家庭用での完全再現に10年かかった。その後のアウトラン、鈴木勇士がアウトランで実現したかったアメリカ大陸横断は AM2 件からターボアウトランで、スーパーカーを選ぶ機能はセガ第一 AM 研究所からアウトランナーズで実現する。そして長い月日を経てアウトラン以来となる鈴木勇士により AM2 件によるアウトラン2が2003年発売される。アウトラン2も20年前の作品となる。2004年にはプレイステーション2で 3D ポリゴン化されたアウトランが発売される。オリジナルを愛するがゆえのひいき目なのか、オリジナルは超えられなかった印象がある。オリジナルは制作期間制限もあって、ステージ間のイベントなども省略され、シンプルな構成だった。初
助手席の彼女もエンディングで可愛らしい仕草をするくらいで、ゲーム中は隣に一緒にいるだけだ。ターボアウトランではそれがライバルカーに乗っていったり、アウトラン2ではコーナリングでウェーヘイとリアクションしたり、運転についていろいろと危険な走行を指示してくる。彼女がパーティー P4 になってしまった。何があった？映像も技術進化をアピールするような現実世界ではありえない派手な映像となった。オリジナルにはシンプルな美しさがあったのだ。そんなアウトランは特別なゲームだった。それまでコントローラーで車を操作していた。親が運転する車に乗っていた少年はアウトランで初めてハンドル、ギア、アクセル、ブレーキで車を操作した。全身で車を操作する、まさに体感ゲームだった。ヒロ師匠のリクエストでスピーカーは耳の近くに据えられた。ガヤガヤしたゲームセンターでもその美しいサウンドは心に残った。それから月日は流れ、車の免許を取るとき、当時はマニュアルで取るのが当たり前だった。アウトランにないクラッチに苦労した。親はこんな複雑な操作やっていたのかと驚いた。苦労の末免許を持つことになる。10歳前後でアウトランに出会って、免許を取った頃にセガサターンで完全移植となる。アウトランを求める少年時代の長い旅は終わりを迎えた。20年前、新婚旅行でヨーロッパに行った。ドイツからスイス、イタリア、フランスとバスや電車で10日間の旅だった。鈴木氏と石井氏が2人で旅した道を走った。アウトランの世界を切り取ったような世界が広がっていた。僕はそれからゲームから離れた。それでもアウトランだけは買い続けて、何度アウトランとスペースハリアーと同じゲームを買うのかと妻から呆れられた。セガサターンを頂点としてこれを超えるものは存在しないと思われたが、我らが M2 がやってくれた。アウトランを 3DS で 60fps で立体視に対応した。さらなる高みを目指してサウンドにも手を入れる。アーケードはサウンドに PCM が6ちゃん割り当てられているが、スプラッシュウェーブのイントロではライドシンバルが鳴り、他の PCM がわずかに途切れる。サウンド担当並木氏が困っていると、世界一セガを愛する男斉藤明氏が効果音用に余っているチャンネルを使うというのだ。要するにゲームスタート時は隠し効果音は鳴らないので、ゲームスタートの時間だけ PCM 割り当てを変更する。時間軸でチャンネル予約数を管理するという手法を編み出したのだ。3DS 版では本来ヒロシ障害としたサウンドを聞くことができる。もう執念である。レースゲームのシンボルとなるリッチレーサーは、新製品のハードが発売されるたびにベンチマークテストのようにリリースされた新型ハードが出るたびにグラフィック技術が上がっていった。もうレースゲームの映像は実物と変わらなくなった。そして新しいハードウェアが出ても映像の違いがわからなくなった。レースゲームは少年時代の僕たちにとっては大人への憧れの象徴だった。車も生活の足として特別なものではなくなった。楽しむものではなく、ただ安全に運転して煽り運転されませんようにと緊張の存在となった。車の運転が楽しみではなくリスクの象徴となったのだ。今となっては方向指示器も出さず、最高速で若者が乗るフェラーリは恐怖の対象でしかないだろう。憧れの V 型12気筒エンジンは環境の敵とされた。憧れの2シートスポーツカーは家族の幸せを優先してミニバンやボックスカーとなる。僕のプリウスもただ静かに駆動する。アウトランと出会いスポーツカーを買った人もいたでしょう。中の人同様にいわゆる車有車で軽自動車のボックスカーが最初の車の人もいたでしょう。いろんな車があったが、スピーカーからスプラッシュウェーブが流れれば、その瞬間にどんな車もフェラーリテスタロッサに変わる気がした。今でも長距離ドライブで iPhone の音楽をランダム再生して、アウトランやスーパーハング音、パワードリフトの音楽がふと流れれば、気持ちは少年の頃のゲームセンターに戻るだろう。アウトランは少年時代は車への憧れ、今でも車の楽しさを思い出させてくれるゲームだった。